こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、DC とゼクスとの最後の戦闘でした。F の頃と比べて、こちらの機体性能とか、改造段階とか、精神コマンドが強くなってる分、ハマーン様の強さはそこまでではなかったな。というか性能で F の最終話で出てくることがおかしいんですけどね。ということでポセイダルルートラストステージです。最後のインターミッションですね。とはいえ、そこまでやれることはないですね。ひとまず、レベルが上がったコートレッシーが限界を超えてしまったので、まずは改造しておきましょう。F91 に関しては、限界改造してなさすぎですね。元の数値が高すぎなんです。さて、ラストステージなので、資金は使い切ってしまいたいですが、出撃枠数的に誰が出られるかなんとも言えないので、サンドロックとヘビーアームズの運動性を改造して、攻撃を当てれるようにしましょうか。当てれるかはわかりませんけどね。残りの資金は GP03 の HP でも改造しておきましょう。残念ですが、ウーペイの出撃枠はありません。前回で出ただけ良かったですね。ということでシナリオスタートです。
デビルガンダムですが、まあほどほどって感じの性能ですね。レインさんのパイロット性能だけ化け物みたいですが、各種数値がぶっ飛んで高いです。回避命中に関してはニュータイプ個性込みのハマーン様に近いほど、反応値はレベル1の時点で200を超えてる性能です。そしてシャピロ、ライブゲイオスの性能自体はほどほどですね。やはりアッシマーとそう大差ない程度の性能です。問題なのは数ですね。それと、距離。シャピロは5体いて、本物のシャピロは今までのクリアターン数に応じて場所が変わる仕様。本物のシャピロを倒すと敵は撤退します。ということなんですが、何より敵が近い。まず上のシャピロに関しては、初期配置時点で射程内に入ってますね。そして下のシャピロの周辺にはグラシドリュが配置されているので、迂闊に近づくとマスドライバーキャノンで落とされるでしょう。ひとまずは敵が動いてくるのかどうか、これ次第で動きが変わりますが、まずは近場の下か上のどちらかを片付けて、場所を広げたいです。戦闘レベル、ターゲット確認。排除開始。まだまだ、これからよ。落ちろ。当たりはしない。シャピロ自身がクローンで増えたのはわかるとして、周りの親衛隊兵はどこから来たんですかね。シャピロにゲストの部隊を動かせるだけの権限あったんですかね。落とせると思ったけど落とせませんでした。シールド防御が出てくれて助かりました。ということでまずは下のシャピロを狙っていく形を取りましょう。デビルガンダムは直進してきました。ちなみにデビルガンダムが地球に入るとゲームオーバーになります。デビルガンダムが何を目的として動いているのかわからないので、適度なところで挑発をかけてこっちにおびき寄せておきましょうか。そして敵は動いてこないみたいです。こっちに来ないのなら目の前のシャピロを集中して攻撃できますね。死ぬがいい。はい。当たれいつまでもいい気になるな。ひとまず乗り込みました。ライブゲイオスは HP 回復がないので、3将軍の専用機とは比較にならないですね。それでも攻撃力はさすがに高い。ここのライブゲイオスは武器が10段階改造されてるみたいです。ただでさえ強いんだからそういうことするのやめてほしいですね。ちゃんとライブゲイオスの狙いを F91 に向くように配置して、F91 は他の敵には狙われないようにしているので、被害はなしです。ついでにゲイオスグルードの射程内にはウィングゼロしかいないので、反撃で削っていけます。そしてやはりゼラニオが怖い。HP 多くて2回行動してきて攻撃力高くて射程が長い。下手したらシャピロ並みに厄介です。ということで踏み込んだので、まずは目の前のシャピロを倒しましょう。こちらも気力が上がってない状態なので、まずは2連自爆で削ります。これでだいぶ削れましたね。ちなみにシャピロは性格普通なので、後に戦うシャピロほど気力差が出て楽です。僕、
こんなことが私にかなうと思っているのか。かわせた。 HP は多いものの、走行が3450とそこまで硬くないので、気力100近くでもだいぶ出ますね。そしてこのシャピロは唯一のレベル60。倒してレベルを上げるのにはもってこいです。まあ最終ステージですけどね。戦闘レベルターゲット確認。排除開始。1体目のシャピロを撃墜。とりあえず本物ではないようです。位置的に地球を目指されると入ってしまいそうなので、デビルガンダムに挑発をかけておきます。ビルギットはデビルガンダムの直線上に配置。地球側には行かないようにしておきます。ゼラニオさん、運動性180、走行3800って、それもウィル・ウィックス並みですよ。シャピロのライブゲイオスは限界の関係で運動性195をフルに使えてないので、機体性能ならライブゲイオスよりこっちの方が高いですね。シャピロゼラニオ乗ってきた方が強かった説。というより、実はこのステージはライブゲイオスよりゲイオスグルードの方が機体性能高い始末。ぶっちゃけゲイオスグルードってゲスト突撃兵のせいでそこまで強くなく感じるけど、機体性能いかれてるよね。まずライブゲイオスより強い時点で意味わかりませんね。あ、これまずい。エマさん、回避しないと落ちる。邪魔なんだよ。当たるものですか。セーフ。ギリギリでした。防御してても一撃で半分持ってかれるのは勘弁してほしいですね。フルアーマー弱視機械は HP が少なめだからな。もうちょっと改造しておけばよかった。あと1000多いと違うんですけどね。ということでデビルガンダムが目の前に来てますが、ぶっちゃけあの機体移動力低いせいでもう1ターンぐらい引き伸ばせるので、先にゼラニオとゲイオスグルードの処理をしておきましょう。特にゼラニオは落としておかないと、また誰かギリギリの綱渡りのようなことをしないといけなくなるからな。とりあえずトロワでも当てれそうです。運動性2段階改造した回がありました。20上がってますからね。そして火力はエグい。かく乱とかの仕様も考えてひらめき使わなかったけど、素直に使ってよかったかもね。とりあえず危険物のゼラニオを撃墜。あとはゲイオスグルードの処理ですね。ちょっと奥ばってるから、届くやつは限られます。なめるな。レインさん突っ込んできました。すっぽりハマりましたね。ということでデビルガンダムです。このステージのデビルガンダムは特にイベントなども起こらないので、そのまま倒してしまって大丈夫です。トロワさん当てれそうですね。トロワさんでこの命中率ってことは他の機体は問題なく当てれそうですね。食らえ。たまるかよ。
やはり魂は一発がでかくていい。熱血ではこうはいかないからね。落ちなさい。開かないよ。ヌーベルビザードはなんやかんやで出番多かったですね。パワーランチャーとか運動性とか中途半端な改造しかできなかったから、もうちょっと改造して使ってあげたかったですね。それでもデビルガンダムの減らしに大いに貢献できました。このステージは回避率が極端に高い敵がいないから、みんな当てれてありがたいです。出てくるから。甘いよ。とりあえず HP が見えました。余裕があるので、後々を考えて精神コマンドは温存しましょう。なるほど。的確な攻撃だ。めっちゃ痛かった。メタスが待機してるから、落ちなければなんてことはないです。遅い。とりあえずデビルガンダムを撃墜。というかグランドマスターガンダムはまだこっち来ないんですか？移動力低すぎでしょう。ゲイオスグルードも落としたので、ここのシャピロ周りの敵は全滅。正直、さすがに全部落として回るのは面倒だし、時間がかかって仕方ないので、素直にシャピロだけ落としていきます。お、いや、弱くね。ちなみにこの人最大射程が3しかないので、ほぼ反撃されません。撃つよ。貴様、やりおったな。こそこそとネズミが。いや、弱くね。ちなみになぜかこの人 HP 回復がないので、ターンをまたいで攻撃しても何の問題もないです。偉大なる DG 細胞とは何だったのか。射程外から一方的にボコってたら、ウルベさんおこです。ちなみにこのゲームにはカッシュ博士なんて人はかけらも出てきません。甘いんだよ。このままで済むと思うな。こそこそとネズミが。ウルベさん、一方的に殴られる痛さと怖さを教えられてます。そしてグランドマスターガンダム、HP すら少ないです。この人本当に何しに来たんでしょうか。目標確認。破壊する。おのれ。ウルベを撃墜。マジで何しに来たんでしょうね。さて、これでこっちに向かってくる敵がいなくなったので、次のシャピロに行きましょうか。周囲をゲイオスグルード5機が囲ってて近づきたくもないので、挑発でシャピロだけおびき出しましょう。距離が離れてるので、位置調整すればひらめきもいりませんね。さすがにトロワさん厳しそうです。まあ仕方ないか。
で、それじゃあ一丁行きますか。いつまでもいい気になるな。ここまでだな。するか。クリティカルしたのもあって、予想以上のダメージです。これは手間が省けそう。バカな。こんなことは。死ねかわせた。最近真面目にエマさんよりスレッバーさんの方が強い気がしてきてる。エマさんは集中持ってるけど、最近は使うことほぼないからな。ちなみに射撃値や技量などはほぼ同じなので、ヤクト動画が強いんですかね。なんだと。この私が。私にかなうと思っているのか。無駄だ。ということで2体目のシャピロも瀕死。サクッととどめといきましょう。戦闘レベルターゲット確認。排除開始。バカな。こんな。2体目のシャピロ撃墜。そしてヒーローのレベルが61になったので、ついに2回行動できるようになりました。60から必要経験値が倍になるのに、61に設定したのはさすがに意地が悪すぎると思うんですよね。続いて3体目のシャピロに挑発。奥の2体が遠いから、こいつらにもかけておけばよかったかも。ヒーローはもうレベルを上げる必要がないので、好きに精神コマンドが使えますね。目標確認。破壊する。やりおったな。私に逆らった。その罪は重いぞ。当たりはしない。こう見ると、射撃値高いパイロットの高攻撃力の魂ってヤバい火力してるんだなって、再認識する。コウさんは射撃値が低いですからね。ラバは攻撃力が足りませんしね。なんだと。この私が。茶番はここまでだ。軽い軽い。サクッと減らせました。ライブレイオスマジで弱く感じますね。バカな。こんな。3体目のシャピロ撃墜。ということで4体目のシャピロも挑発でおびき出しておきます。ちょっと遠いですね。もう1ターン待った方が良さげな距離です。ということで5体目のシャピロも読んでおきましょう。ちょっと待って、周りの雑魚が動いてくるとか聞いてないんですが、
これはやばい。さっさとシャピロ倒して、クリアするのが無難でしょう。ターン数ミスってなかったら、一番奥の最後に呼び出したシャピロが本物のはずだから、あそこまで行く必要あるかもしれん。ちょっと遠いですね。とりあえず今ターン中に倒せないことも考えてかく乱を使っておこう。奥のやつはいけるとしたらダバとヒーロでしょうか。ヒーロが2回行動できるようになったから、ダバの覚醒込みでいけるとは思う。これで終わりだ。いい加減忘れなかった隠れ身。ついひらめき使っちゃうんだよね。邪魔すんなっつってんだろ。バカな。こんなことは届かんだと。さあサクッとやってしまいましょう。魂2発だったから、HP ももう残りは少ないですね。これでダウンだ。バカな。こんな。あれ、どうやら本物だったみたいです。間違えてたようですね。まあ結果オーライということで。ということで次回、ポセイダルルート最終話です。長い戦いの結末ですね。それではここまで。ご視聴ありがとうございました。